信じられない映像が入ってきたぜ。職員への要求が逮捕へ変わったんだ。要求が通らなかっただけで警察に囲まれるなんてどうなってるのよ。場所はフォートローダーデール空港。多くの乗客が行き交うターミナルだぜ。家族旅行でも使うような場所でそんな騒ぎが始まったのね。発端は客が職員へ伝えた一つの要求だったと確認されている。その要求を断られたことが最初の分かれ道だったわけね。そうだぜ。拒否を受け入れていればそこで終わった可能性が高い。でも客は引き下がらず職員とのやり取りを続けたのね。そして口論が拡大し、警察の介入と逮捕にまで至ったんだぜ。警察官が来た時点でもまだ引き返す機会は残っていたんじゃないの。その通りだぜ。だが騒動は制度による強制終了へ向かってしまった。自分の要求を通したかったのに交渉すらできない状態になったのね。ここで注目したいのは突然全てが爆発したわけではない点だ。小さな選択が積み重なって戻れない場所まで進んだということね。要求の拒否、侮辱という解釈、口論、静止への反発という連鎖だぜ。一つずつなら止められそうなのに続くと勢いがついてしまうのね。ただし要求の具体的な内容は確認が終わるまで断定できない。航空会社や発生日時、正確な時刻も今は決めつけない方がいいわ。確認できる骨格だけでこの引き返せない連鎖を追っていくぜ。映像の印象だけで暴力や脅迫があったと足すのも危険よね。実際に確認されていない破壊行為や負傷を物語へ混ぜてはいけない。それでも口論が警察介入と逮捕へ進んだ事実は十分に重いわ。問題は客がどの地点で自分の目的を見失ったのかということだぜ。要求を叶えることと職員に勝つことは全く別の話だよね。そこが今回の確信だぜ。途中から目的が変わった可能性がある。拒否された悔しさが相手を言いまかす執念へ変わったのかしら。内心は断定できない。だが行動の連鎖なら冷静に確認できるぜ。私たちにも起こり得る失敗として順番に見た方が良さそうね。最初の回答を受けた瞬間から逮捕という終点までたどるぜ。どこで止まれたのか一つずつ確かめていこうじゃん。始まりは客が空港職員へ何らかの要求を伝えた場面だぜ。カウンターか搭乗口付近かは資料が揃うまで確定できないのね。そうだな。場所の細部を映像の印象だけで埋めるのは禁物だ。要求の内容もわからないなら勝手な理由を作ってはいけないわ。確認できるのは職員側がその要求に応じなかったという点だぜ。空港には安全や運航の規定があるし職員だけで変えられないこともある。拒否には権限不足や規定など複数の理由が考えられるからな。でも考えられる理由と実際の拒否理由はきちんと分けるべきね。その通り。未確認の事情を事実のように語れば事件を歪めるぜ。ここでは要求が拒否されたという確認済みの地点から始めるのね。ここからは対立構造を示すための抽象化したイメージ再現だぜ。その説明だけでは納得できないわ。別の対応ができるはずでしょう。規定上この場ではそのご要望に対応できない状況なんです。同じ説明を繰り返さないで責任のある人をいますよねよ。確認できる範囲をご案内しますので少し落ち着いてお聞きください。今の言葉は実際の発言の引用ではなく状況を示す例示だからな。本当の会話だと誤解しないようイメージ再現と明示する必要があるわ。重要なのは回答を受け入れずやり取りが続いたという流れだぜ。納得できなくても同じ要求を強く繰り返せば通るとは限らないよね。むしろ職員が規定を超えて譲れる余地はさらに小さくなるんだ。ここが最初の引き返し地点で理由と代替案を聞けばよかったのよ。ああ、要求を繰り返す前に拒否の根拠を整理する場面だった。その場で決められないなら別の担当者や窓口を確認する手もあるわ。だが対話が続くうちに通常の問い合わせから口論へ変わっていく。言葉の内容だけでなく声量や態度も周囲へ影響するものね。空港は時間と安全が厳しく管理され大勢が同じ場所を使っている。一人の大声でも近くの乗客や職員には強い緊張が走るわ。ただし乗客の具体的な発言を確認なしで引用してはいけないぜ。怖がる人がいた可能性はあっても本件の事実とは限らないものね。周囲の反応は一般的な状況描写に留め確認済み情報と分けるんだ。私は当然のことを求めているだけよ。どうして誰も対応しないの？これ以上ここで対応できる内容はありません。別の窓口をご案内します。私はここを離れないわ。納得できる答えが出るまで話を続ける。周囲のお客様もいるので声を抑えて落ち着いてお話ししください。これも実際の発言ではないが対立が深まる構造は見えるだろう。要求の中身より引き下がるかどうかの勝負になっている感じね。そうなると職員の説明は情報ではなく挑戦のように聞こえ始める。でも職員は
客の面子を守るために規定を曲げられないわ。客が圧力を強めても現場の権限そのものは増えないからな。強く迫るほど解決へ近づくという思い込みが逆効果になるのね。次の節目は職員や周囲が制止を試みた可能性のある段階だぜ。誰がどんな言葉で制止したかはまだ確認が必要なのよね。あ、退去要請の有無も一時資料と照合するまで断定しない。映像に人が近づいたからって退去命令だと決めつけられないものね。それでも騒動が収まらず、警察が介入した順序は確認されている。警察官の姿を見た瞬間はかなり大きな引き返し地点だったはずよ。要求の正当性を主張する場から秩序の回復を求められる上へ変わる。そこで声を落として指示を聞けば展開が違った可能性もあるわ。ただし、実際にどんな指示が出たかは資料なしに作れないぜ。確認できない会話を足すと客にも警察にも不正確になるからね。警察介入の時点で当初のサービス上の話は脇へ追いやられる。もう要求を叶える話より現場を安全に収める話が中心になるのね。ここが2つ目の重大な転換点だ。問題の種類そのものが変わった。職員への不満を説明するのと警察の制止へ反発するのは別問題よ。警察官が何を告げたか、客が何と答えたかは確認後に扱うべきだ。短い映像だけでは会話の前後が抜けていることも多いものね。切り取られた場面から酩酊や疾患を推測するのも危険だぜ。態度が激しく見えても精神状態や性格まで断定できないわ。私たちが追うのは診断ではなく、外から確認できる行動の順序だ。要求拒否、警察介入、逮捕、この骨格だけを見るのね。そして騒動は収まらず、客が逮捕される結末へ進んだとされる。逮捕した期間や容疑は公的記録を確認してから示すべきね。正確な逮捕時刻や拘束後の処遇も今は数字を置けないぜ。わからない部分を空白にするのも事件を正しく伝えるためよね。負傷者や施設被害、運行遅延についても現時点では資料不足だ。何も確認されていないのに大惨事だったように盛るのは違うわ。登場できたか、賠償が生じたか、会社の処分があったかも未確認だ。確かなのは要求をめぐる話し合いが逮捕で終わったことね。小さな拒否から始まり、自由を制限される地点まで来たわけだ。止まる機会を何度も逃した結果だと考えるとかなり怖いわね。ここからはなぜ人が拒否を受け入れにくくなるのかを考えるぜ。ただし本件の当事者の内心を当てる話ではないのよね。ああ、一般的な審議の仕組みとして連鎖を分解するだけだ。まず要求を断られた出来事とその受け止め方を分けるのね。事実は要求に応じられないという回答を受けたことだぜ。そこへ自分が軽く扱われたという解釈が加わる場合があるわ。拒否が規定上の判断でも本人への侮辱に感じる可能性はある。でもそう感じたことと本当に侮辱されたことは同じじゃないよね。その区別が消えると説明を聞く余裕まで失われやすいんだ。相手の言葉が全部自分を否定する攻撃に聞こえてしまうのね。さらに人前では面子を失ったという感覚が加わることもある。周囲に見られているほど素直に引き下がりにくくなるのね。最初はサービスの話でも途中から勝ち負けへすり替わり得る。要求が通るかより相手に負けていない証明が目的になるのか。そうなると代替案を出されても敗北の印に見える可能性がある。本当は助け舟なのに受け取る余裕がなくなってしまうのね。声を荒げた後は自分の非を認めて離れる負担も大きくなる。さっきまで怒鳴っていたのに急に謝るのは恥ずかしいものね。その恥を避けるためさらに強い態度で正当化することがある。間違いを隠そうとしてもっと大きな間違いを重ねる形じゃん。周囲のスマートフォンを見られている意識を強める場合がある。撮影されていると思うと引いたら負けだと感じる人もいそうね。もちろん本件で何台撮影していたかは確認なしに断定できない。ここも一般的な審美モデルと事件の事実を分ける必要があるわ。観客がいる感覚は冷静さより対面を優先させる可能性がある。正しいと思っていても怒鳴った瞬間に自分の立場を悪くするよね。そして静止まで侮辱と受け取れば反発がさらに強まりやすい。つけようと近づいた人まで敵に見えてしまうこともあるのね。こうして本人の中では強い態度を続ける理由が増えていく。外から見れば止まるべきなのに本人だけが前へ進んでしまうのか。構造を並べると要求、拒否、侮辱か面子の防衛という順だ。そこから静止への反発が続き最後は制度が強制的に止めるのね。本人が止まれなければ空港や警察の仕組みが終点を作る。でも制度による終了は自分で離れるより失うものが多いわ。時間、
自由、信用を守るなら、もっと前で連鎖を切る必要がある。拒否を侮辱へ変換しないことが最初の防波堤になるのね。相手の説明が不十分でも、自分への攻撃だと即断しないことだ。腹が立ったら、事実と自分の解釈を別々に言葉にすると良さそう。要求は断られた。だが人格を否定された証拠はない。という具合だ。その一呼吸があれば、勝ち負けの罠から離れられるかもしれないわ。結末として確認されているのは、警察が介入し、客が逮捕されたこと。当初の要求を話し合う場は、そこで完全に失われたのね。要求を通すどころか、交渉の席そのものを失ったわけだな。納得できないなら相談窓口へ行けば、別の道が残ったのにね。逮捕後は、問題の中心がサービス対応から刑事手続きへ移る。自分の希望を伝える話が、法的な対応を受ける話に変わるのよ。どの容疑が適用されたかは、法的な逮捕記録の確認が必要だぜ。報道だけを使う場合も、容疑が報じられていると留保するのね。逮捕は有罪の確定ではない。その区別も忘れてはいけない。映像の印象だけで、その後の裁判結果まで決めつけられないものね。負傷者の有無、施設被害、運行遅延も個別の確認が欠かせない。全部あったように一まとめにすると、事実より大きな事件になるわ。反対に、資料がないだけで何もなかったと断言するのも危険だ。確認されている、確認されていない、資料不足を分けるのね。登場できたか、賠償が生じたか、会社の処分も同じ恋だぜ。人生が終わったとか、永久に利用できないなんて話は作れないわ。根拠のない巨額賠償や永久追放は刺激的でも事実ではない。本人が後悔したという描写も証言がなければ断定できないよね。冷たい視線や絶望の表情も使うなら演出上のイメージに留める。結末を盛らなくても逮捕まで進んだ事実だけで十分に重いわ。拡散映像を扱うなら撮影日時と事件の発生日の照合も必要だ。似た空港騒動の映像が混ざると別人の行動まで背負わせてしまう。空港名や制服が似ているだけでは同じ事件の証拠にならないぜ。投稿された日と撮影された日が違う可能性もあるものね。だから映像の失書、法的記録、報道の時系列を突き合わせる。確認が終わるまではわからないと正直に示すのが一番ね。確かな皮肉は要求のために始めた対立が要求を遠ざけたことだ。自由も時間も信用も守りたかったなら現場を離れるべきだったわ。勝ったように見せようとして選択肢そのものを失ったんだぜ。怒りの瞬間に何をするかで損失の大きさが変わるのね。最後に同じ連載入らないための具体的な離脱方法を整理する。家族旅行の途中でも使える現実的な行動にしておきたいわ。一つ目は拒否された直後に同じ要求を言い換えて押し通さない。代わりに拒否の理由、関係する規定、可能な代替案を聞くのね。この3点を確認すれば感情ではなく情報を集める側へ戻れる。答えが曖昧なら誰に確認すればいいかを落ち着いて尋ねればいいわ。現場の職員に権限がなければせめても選択肢は増えないからな。わからないと言われたら相談先を聞く質問へ切り替えるのよ。要求を通すことより解決できる経路を探すことが先だぜ。それなら拒否を自分への侮辱と受け取る余地も小さくなるわね。2つ目は同行者や職員から移動を促されたら現場を離れること。その場で勝とうとせず最低でも10分は窓口から距離を取るのね。搭乗口やカウンターが見えない場所まで離れるのも有効だぜ。もし同行者から離れようと言われたら議論より退避を優先するわ。これは本件の事実ではなく家族旅行を想定した一般的な例だ。10分あれば声の調子や呼吸を戻して目的を考え直せるよね。3つ目は解決しない苦情を正式な相談窓口へ移すことだ。担当者名と案内された内容を落ち着いて記録しておくのね。航空会社や空港の窓口なら現場の口論とは別の経路で扱える。交流サイトで怒りを広げる前に事実と要望を整理するべきだわ。最初の拒否で止まれば警察が介入する連鎖には入りにくい。正しさを証明するより自分と同行者の旅行を守る方が大切ね。本編は公開情報と公的記録で確認できた範囲を扱っているぜ。未確定の容疑や当事者の内心を断定するものではないからね。一度の逆ギレで旅行も信用も失いたくないなら登録して次の事件簿も確認してくれよな。他人事だと思わず自分が止まるタイミングも覚えておきたいわね。